収入1億円以上の人口は世界2位。収入3000万円以上の人口は世界1位。東京のマンション平均価格は1億円を超えた。車は毎年10万円くらいの感覚で価格上昇。インフレ率高そうというのは日々の生活で感じるようになりまして、誰かと話をすれば、必ずと言っていいほど話題に上がる。そして車好きと話せば、ホンダは高いよねっていう話が結構出ます。ということで今回はホンダ車の価格上昇と内容を調べてみました。2025年の感覚、その感想と、その後にきちんと話していて、高いけど何が違うのって聞かれた時に自分が答える話。高いけどこんなとこがいいとかね、この辺は一緒みたいな思う点を挙げていきます。では、2025年に価格改定というか値上げされた車種。NBOX、フィット、フリード、ステップワゴン、ZRV、ベゼル、WRV、シビック、アコード、復活したオデッセイ。疲れたってぐらいありますけれども、全体ですと、純ガソリンモデルが7から11万円、ハイブリッドモデルが10から16万円となっていました。最初はこれ AI に聞いてみたんですね。そしたら、半分ぐらい間違えてる表ができてきたので、記憶その他で上書きしていきます。なので、大雑把な感じで見てください。で、まずは車種別に。感想は後にして金額だけいきます。NBOX から。2025年3月、49,000円値上がりました。変更内容としては ACC の改良が挙げられています。続いてフィット。時期は2025年7月。ガソリンモデルが56,000円。ハイブリッドモデルが7万円上がっています。変更点としてはボディカラーの追加と、あとクロスターというグレードで期間向上の改良が行われています。次はフリード。2025年の4月。ガソリンモデルが11万5,000円。ハイブリッドモデルが16万5,000円の値上げ。変更点としては、塗料の改良、塗装だね。塗装の改良が行われて、耐久性が上がったと言われています。そして、ステップワゴン。2025年の5月。ガソリンモデルが13万8,000円。ハイブリッドモデルが14万9,000円の値上げ。新グレードの登場と装備改良による商品力アップが行われました。次が ZRV。2025年の7月。ガソリンモデル、ハイブリッドモデルともに7万6,000円の上昇。変更点は塗料の改良が主と言われるところです。それからシビック。2025年の7月。ガソリンモデル、ハイブリッドモデルともに9万6,000円の上昇。変更点は同様に塗料の改良とのことです。そして大人気のベゼル。時期はちょうど今、現在ね、2025年の10月。ガソリンモデル、ハイブリッドモデルともに11万円の上昇と言われています。変更点はオプション体系の変更がアナウンスされていて、あと、新グレードの RS 登場っていうのが、ちょっとこれがね、現時点ですとはっきりしたことは調べきれませんでした。続いてアコード。2025年の6月。約10万円の価格上昇となっていて、変更点としては、ハンズオフ走行の機能がついた、手放し運転できる機能がついたグレードというのが登場しています。それからオデッセイ。2025年の11月にマイナーチェンジが行われると言われています。その関係から20万円程度価格の上昇が言われていました。あともう一つが、インドから輸入される WRV。時期はグレードによって異なっていて、3月から7月あたりにね、ちょっとグレードごとに変わっていったみたいな感じです。価格は5万円程度上がっています。変更点は、その上級グレードで内装色が大きく変わっています。そうしましたら、これらを時期的に並べ替えると、2月 NBOX、3月 WRV、4月フリード、5月ステップワゴン、6月、7月がアコード、ZRV、シビック、フィット、10月ベゼル、11月オデッセイ。これニュースになった時期なので、多少前後あるとしても、なんか毎月のように値上げされている感覚になります。このあたりが、ホンダってひたすら値上げしているイメージ、そのイメージにね、つながってしまうのかなと。例えば、年始めに全部まとめて価格改定していたら、
今頃忘れていたんでしょうけれどもね。YouTube って値上げの動画を1回見ると、次も値上げの動画をお勧めしてくるシステムでして、それ考えても年にまとめて1回上げて、マイナーチェンジでは逆に下げていく方、そうした方がね、良い意味で話題になっていきそうなんていう気はします。ということで、車種別の感想を何台か。まずは NBOX からいきます。現行は2023年末にデビューして、その時はほとんど値上がりしませんでした。予想に反してほぼキープ。で、その後ね、2回の値上がりで、10万円程度上がりましたが、ライバルとの価格考えたら、以前ほど高さを感じません。昔の方がね、競合者と価格差があったかなと。で、フィットも高さを感じないというか、安いわけじゃないけど、リアシートが使えるからこそ、クラスダウンしての選択肢になる。で、結果、出費を抑えられる可能性がある。例えば、フリードじゃなくて、フィットでいいや、みたいなね。センターコンソールにおけるドリンクは、なんと6本です。それから、スポーティーグレードの RS が、中間グレードとして用意されているところに、ホンダの良心を感じます。で、この RS がね、田舎道走ったらめちゃくちゃテンション上がりました。今までの RS とはちょっと違う。どんな感じかはそっちの動画を見てください。で、それ以外、フリード行きましょうか。フリードは、ちょっと高さを感じます。ミニバンとして3列使うんだったら、どうしても大きい方が正義になってくるでしょうし、そうね。シエンタとの格差考えても、そこやっぱり大きいですし、かといって感動するほど快適性があるのかと言われれば、そこまでではない。仙台後期っていうのがね、結構良かったので、それが良すぎたという可能性もありますかね。で、あとね、シビック。シビックもベーシックなハイブリッドモデルだと、ちょっと割高さを感じまして、C セグメントのイメージからすると、そうですし、ライバルをプリウスと考えても価格差は大きいです。ただ、プリウスの上級グレードを買うか、シビックの廉価グレードを買うか、どっちに惹かれるかと言われれば、自分はシビックです。でも、そこで、プリウスの中間グレードでいいやっていう話になれば、そういう話をね、振られたら、そうだよねっていう答えることになります。で、シビックと近い関係で言うと、ZRV はね、ちょっと違うと思っています。理由は、ライバルと並ぶ価格で用意されていて、乗り味で勝って、装備だって劣るってほどではない。しかも人気車ってほどじゃないのが、ZRV がね、高級感につながっているところ。それは内外装のアクがそうですし、内装なんかはね、アクもあるけど使いやすい。このあたりがね、高級車っぽいところ。戦略的な価格でお買い得感あるよねって思います。あと、ベゼルや WRV は続くコーナーで出していきます。次のテーマに行きます。知人と話していて、ホンダ車って高いけど何が違うのっていうのは結構聞かれます。そこで自分が答えている内容です。まずは内装が立派だったり、使いやすかったり、配りが効いているという印象。それから、サスペンションの動き始めが滑らかで、細かなコツコツ感やプルプル感が抑えられている傾向。そして、見えにくい部分にお金がかかっていると感じることがある。このあたりまとめると、トヨタ車を基準にして考えた場合に、0.5クラス上、クラスとクラスの中間に位置づけられている感覚です。で、あとね、合わせてこれも付け加えます。静粛性とか大きな段差での乗り心地、これはクラスなり。あとは、人気が人気を呼ぶ。ホンダが良いというのがもう最近通説になっています。で、あと、その他で言うとね、ハンドリングとかブレーキフィールは、普通のおじちゃんおばちゃんとは話しませんので、そうね、今挙げたあたりになります。そしたら、どんなところからそれを感じるのか、具体的に思うことを挙げていきます。まず、わかりやすいのは、超人気車のベゼル。それから、WRV。ライバルはヤリスクロスなのか、カローラクロスなのか、ボディサイズとかプラットフォーム知らなければ、よくわかんないです。ベゼルはね、内装の質感高くて、リアシートは広くて、サスペンションは新感覚かつ上質感高い乗り味。ところどころをつまんでみれば、ラブ4とかハリアーとだって勝負できる。WRV の方は
見た目とか装備は普通というかね、価格なり的な感じですが、乗るとね、重厚感があって、このあたりが一クラス上。さらにリアシートの上質な着座感、座り心地。このあたりはね、2クラス上とさえ感じます。カローラクロスのガソリンモデルがなくなった今、その客層をすっぽりね、WRV が持っていけそうなイメージ。そんなイメージです。続いては、気配りとか見えにくい部分で良いと思う部分。一番はメーター周りの使いやすさ。ユーザーインターフェース、ユーザーと車の接点。ここが優れていまして、細かな設定が可能だったり、日本語の大きな文字で表示をしてくれたり、とにかく分かりやすい上に細かな設定ができる。こうした UI、ユーザーインターフェースを考えるのだってただじゃないはずです。誰かがどこかで仕事の時間で考えている。あとね、乗り味に関する部分、関係しているかもしれない点で2つ挙げます。1つはフロア下。覗くと防音効果ありそうなカバーが見えます。これ ZRV とかね、シビック。整流効果で空気抵抗を低減。それから雨の日の静粛性向上。そのあたりが期待できます。もう一つはゴムブッシュの一時締めという組み立ての手法。これ簡単に言うと、一手間かけてサスペンションが動きやすくなるように組み付ける。車種によっては、これが行われているそうです。自分でやっても変化を体感しやすい組み付け方なので、やっぱりね、塗り味として少なからず効いているんじゃないかと思います。こんな感じでね、ホンダの話になると、こうした話をしています。お酒飲んでる場とかだとね、もう何度も毎回同じ話にもなったりする。で、どんな感想が返ってくるのかというと、高いだけあるのねっていう場合が多い一方で、それにしても限度があるよと。つまりクラスに合わせて価格帯を守ってくれと。で、最後はね、自分、中古車見れば、その中古車の価格が価値が反映されているよ、なんていう感じで締めていきます。日本はまだまだお金持ちなのか、それともインフレ政策なのか。理由なんていうのはいくらでも後付けできますが、とにかくね、評価する側が、レビューする側が、値上げも仕方なしなんて言っていたら、商品なんて上がっていく一方、そしてそのうち誰も興味を示さなくなっちゃうよと、仕方なしっていうのは作り手側の表現ですからね。YouTuber とかブロガーとかホームページ制作者とか、情報を発信する側が、あれがないのが残念なんて口にしてばっかりいると、もう本当に上がっていく一方だと思います。何でもついていて当たり前っていう風潮になってきますからね。で、レビューする側からすると、あれがない、これがないって評価するのは、もう本当楽で簡単。こんなの厳しい意見でも何でもなくて、もう誰でもわかる。適当に口にするのはちょうどいいとかね。そういうのをやってみるとわかります。あれこれついて、実質値下げだよっていう表現も、すごく聞き心地いいですからね。ということで自分が普段、そんなこと言ってる自分が普段どんなレビューしているのかは他の動画を見てみてください。多分何々がなくて残念とかはほとんど口にしていなくて、言ったとすればホンダ車ってランバーサポート調整をなんで省くのかっていうくらい、いるとかいらないとかよしあしとかではなくて、特徴を特徴として挙げられるようにと意識しています。ということで動画は以上です。よろしければチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。